突然ですが、皆さんは普段どんなマウスを使用しているでしょうか？世の中のほとんどの方々は手を乗っけて腕をブンブン振り回しながらマウスカーソルを操作するような、いわゆる普通のマウスというものを使用していると思います。かくいう私もいつもはマウスをブンブン振り回すようにして PC 操作を行っています。しかしながら、どうやら世の中にはトラックボールマウスと呼ばれるタイプのマウスが存在しているようです。しかもそのトラックボールマウスというやつ、世界中の PC を酷使する人々から根強い人気があり、非常に使いやすいとインターネットのいろいろなところでたびたび話題になっていたりするようです。ふーん。というわけで今回は実際にトラックボールマウスというものを購入してだいたい2ヶ月くらい使用してみたので、その中で感じたトラックボールマウスの特徴や今後僕がトラックボールマウス使いとして人生を全うしていくかどうかについてお話ししていきたいと思います。早速僕が実際にトラックボールマウスというものを使用してみた感想をお話しする前に、そもそもトラックボールマウスとは一体何なのか一緒に見ていきましょう。トラックボールマウスとはその名の通りボールを使って操作をするタイプのマウスになっています。トラックボールマウスと呼ばれるアイテムには基本こんな感じのでっかいボールが一つ本体に搭載されており、ここに指を当ててくるくると回すことによって PC 上のマウスカーソルを操作することができるというような仕組みになっているのです。ちなみにトラックボールマウスの中にも種類があって、例えばボールがマウスの左側面にくっついていて親指を使ってボールを操作するタイプのトラックボールマウスと、ボールがマウスの大体中央についていて人差し指や中指などの比較的手の面を使って操作をするタイプのトラックボールマウスというものがあります。僕が実際に触ってみた感じだと、親指で操作するタイプのトラックボールマウスの方が比較的手を動かす量というのを少なくできるような印象がありました。一方で人差し指や中指などを使って操作をするタイプのトラックボールマウスの場合は、少し大きめに手を動かしてボールを転がすことになる分、細かい操作をより正確に行えるような感じがしました。ちなみに今回僕が購入して2ヶ月使ってみたトラックボールマウスというのはこちらのロジクール M575S。 Google 検索や YouTube 検索をしたらものすごい数のレビュー記事や動画を見ることができる大人気トラックボールマウスです。やはりがっつりトラックボールマウスを使い込むのであれば、僕もその安定感、信頼性にぜひあやかりたいと思ったのでこちらを選びました。ちなみにお値段は6360円。世の中に存在しているトラックボールマウスのちょうど中間くらいの価格帯なので、案外手が出しやすいかもしれませんね。そしてこちらの M575S は親指で操作をするタイプのトラックボールマウスになっています。なおこちらはワイヤレスで使用するタイプのマウスになっており、こんな感じの USB レシーバーを PC にぶっ刺して使用します。また左クリックの左端部分にはサイドボタンが2つ搭載されているので、コピー&ペーストのような好きなショートカットを割り当てて使用することができるのも嬉しいですね。というわけで、なんとなくトラックボールマウスというものが一体どんなアイテムなのか見ていただいたところで、ここからは僕が実際に使用してみて感じたトラックボールマウスの最大のメリットをご紹介します。それはマウスを動かす必要がない。先ほどもお話ししたようにトラックボールマウスと呼ばれるアイテムは本体に搭載されている大きなボールを指でくるくると回すようにして操作を行うため、よくあるマウスのようにマウス本体を物理的に腕でブンブンと振り回す必要は全くありません。なんだったらトラックボールマウスの裏面にはマウスが動かないように滑り止めが各所に施されているわけです。これが一体何を意味するのか。そう、あらゆる環境でマウス操作を行うことができる。通常のマウスの場合、 PC 上のマウスカーソルは物理的にマウスを動かした分だけ移動することになるので、大きくカーソルを動かしたい場合にはその分だけマウスも長い距離を移動させなければなりません。しかしマウスを操作できる環境というのは実はとっても限られています。当然マウスが動いた距離というのはマウスの裏側についているセンサーが読み取ることになるわけですから、第一に比較的綺麗な平面を確保してあげる必要があります。実際そんな平面を実現するためにマウスパッドと呼ばれるアイテムが存在しているわけですからね。さらにマウスを振り回せるだけの物理的なスペースというのも確保しないといけません。そんなわけで案外マウスを振り回して操作をする場合には健全な
PC デスク空間というものが求められるのです。しかしながら、皆さんが普段過ごしている PC 周りどうでしょうか？いついかなる時でも清潔ですっきりと片付いた空間になっていると胸を張って言えるでしょうか？ある日突然風邪をひいてしまい寝込んでいる時に隣に住んでいる女の子が看病しに来てくれるという場面で、ごめんちょっと散らかってるけどと一声かけたら、いや全然そんなことないよ、むしろ私の部屋より綺麗なくらいと即答してもらえるような環境になっていると自信を持って言えるでしょうか？僕は不安です。確かにちゃんと片付いているタイミングもありますが、時には使いかけのキーボードとかまだ開封していない段ボールとか読んでいる途中の本とかがデスクの上に積まれていたりするわけです。そんなデスクの上にマウスを大きく振り回せるだけの十分なスペースがあるとは到底思えません。結果的に PC を触る際にはマウスパッドの上に乗っかっているものたちを手で避けながら、ちゃんと片付けろよと昨日の自分に怒りをぶつけることになってしまい、最悪な一日がスタートしてしまいます。そんな時に我々の心強い味方となってくれるのがトラックボールマウス。トラックボールマウスというものは本体に搭載されているボールをくるくると回すことによって PC 操作が行えるわけですから、もちろんマウス本体を動かす必要性はゼロ。よってどんなに過酷なデスク環境であったとしても何不自由なく操作を行うことができるわけです。このマウスを置くスペースさえ確保できれば PC 操作が行えるというのがものすごく助かるんですよね。それこそデスクの上が散らかっているという場面に限らず、僕の場合は PC で絵を描く際にトラックボールマウスが大活躍してくれます。僕が絵を描くときはデスクの正面に設置している液タブというアイテムをぐぐっと手前まで持ってきて、液タブの左にはお絵描きソフトを操作するための分割型キーボードの左側部分、液タブの右には文字入力用のキーボードというスタイルになっています。これだけでもかなりギリギリまでスペースを使っているんですが、さらにこのスペースにはマウスも置きたいわけです。しかしながら液タブの右側はもはやキーボードで占領されていて、仮に普通のマウスを置けたとしても動かすスペースなんてあったもんではありません。でもマウスを置かないと僕はエクスプローラーから必要なファイルを選択したり、絵を描きながらダラダラと YouTube を垂れ流したりすることができなくなってしまいます。そこで登場するのがこのトラックボールマウス。トラックボールマウスならどんなに狭い空間であってもマウス本体を動かすことなく PC 操作を行うことができるわけです。なのでこのわずかな隙間にトラックボールマウスをスッと置いてあげれば、僕の最強お絵描きスタイルを完成させることができるのです。やはり液タブというものはどうしてもデスク上のスペースを大きく占領してしまうので、トラックボールマウスのようにスペースが狭くても問題なく操作できるアイテムというのは大変ありがたい。さて、トラックボールマウスを使用することのメリットとしてよく耳にするのが疲れにくいという点。先ほどお話ししたようにトラックボールマウスはマウス本体を振り回す必要が全くありません。なのでマウスを長時間使用していたとしても手首が痛くなったり肩が凝ったりすることがないということのようです。この点についてちょっと深く掘り下げてみたいと思います。まず率直な感想としてトラックボールマウスを使用していて、僕は手首が痛くなったり肩が凝ってきたりしたのか、要するに疲れを感じたかというと疲れてない。ある意味評判通りではありました。じゃあ僕が普段から本体を振り回して PC 操作をするタイプのマウスを使用していた時には手首が痛くなったりしていたのかというと、これもまたしていないのです。なので僕の感想としてはトラックボールマウスだから疲れにくい、振り回すタイプのマウスだから疲れやすいという理屈ではないのではないかと思いました。ではマウスの疲れにくさというのは一体どこからやってくるのかというと、マウスの傾斜。そもそも我々人間の自然状態の手の角度がどうなっているのかというのを思い出してみていただきたいのですが、例えば手を楽な状態にして前で組んでみるとこんな感じ。この左右の手をそのまま離してみるとどうでしょうか。手のひらは地面に対して平行というよりもむしろかなり垂直に近いような角度をしていますよね。つまりマウスの上に覆いかぶせるようにして手を乗っける姿勢というのは結構体に負担をかけている無理な姿勢と言わざるを得ないわけです。これはマウスに限らずキーボードでも同じことが言えます。よくある板状のキーボードの場合、入力する際には手のひらを地面に対して平行な角度にしなければならないため、結構手首に負担がかかってしま
まう姿勢を取らざるを得ません。結果として長時間タイピングを続けていると徐々に手首が痛くなってきたり肩が凝ったりしてしまうわけです。なので世の中にはキーボード本体が山のように盛り上がっているエルゴノミクスキーボードというものが存在していたり、僕が使っているキーボードは三脚を使ってありえないくらい急な角度にセッティングしたりしているわけです。さてマウスのお話に戻りますが、巷でよく見かけるマウスというのは横から見ると基本的に地面に対して平行な角度になっているわけですから、こういうマウスに手を乗せて操作をする際には結果的に無理な姿勢を取ることになってしまいます。ではトラックボールマウスというものはどうなっているのかというと、さすが快適性を謳うだけあってマウス本体が結構斜めに傾いているようなビジュアルをしていることが多いです。そのためマウスの上に手を乗せた際にはかなり自然状態の手の姿勢に近い状態をキープすることができるので、マウス操作を長時間行っていても手の痛みが出てくるというようなことはかなり少なくなります。ではこんな感じで傾斜がついているマウスというのはトラックボールマウスにしかないのかというと、決してそんなことはないわけです。僕が以前から愛用し続けている MX Master 3S という振り回すタイプのマウスであっても、横から見るとかなり傾斜がついていて手を乗せるとものすごくフィットする形状をしていますし、もちろんこのマウスを一日中握りしめていて手首が痛くなったり肩が凝ったりしたことはありません。むしろマウスの傾斜に関して言えば、今回試したトラックボールマウスである M575S よりも MX Master 3S の方が強い傾斜がついているので、その分だけ疲れにくさすら感じます。なので僕が2ヶ月間トラックボールマウスを使ってみて感じたのは、トラックボールマウスだから疲れないというよりも、むしろトラックボールマウスはマウス本体に傾斜がついているから疲れないというのが正解なのではないかなということでした。というわけでここまで僕がこちらのトラックボールマウスというアイテムをだいたい2ヶ月間使用してみて感じたことを長々とお話ししてきたのですが、じゃあ僕にとってトラックボールマウスはこれからのメイン戦力としてバリバリと活躍してもらえるのかどうか。要するにこれまで愛用してきたこちらの MX Master 3S を箱の中にしまって、今後は M575S 一本で生きていくことができるのかどうかというお話です。さあ僕はトラックボールマウスに乗り換えるのか乗り換えないのか。乗り換え乗り換えません。2ヶ月くらいトラックボールマウスを使ってみた結果、僕はまだまだ腕をブンブン振り回すタイプのマウスを手放すことはできないなと強く実感してしまいました。トラックボールマウスにはどうしてもマウスを使う理由にも関わってくるような重大な欠点が存在していたのです。では僕がトラックボールマウスを使用してみて感じた重大な欠点とは何か。それはダイナミックな操作ができない。と思った皆さん、どうか落ち着いてください。やめてください。いくら意味がわからないからってトラックボールマウスの空き箱を投げつけるのやめてください。痛い。冗談はさておき、僕がトラックボールマウスを操作してみて感じたのが、この感覚何かに似てるなというものでした。その何かの正体が最近ようやく分かったんですが、トラックボールマウスでボールをくるくると操作する感覚はものすごくノート PC のトラックパッドを指で操作する感覚に似ているような気がするんです。トラックパッドというのは四角い範囲がタッチパネルのようになっていて、ここを指でなぞることでマウスカーソルを操作することができるというものです。なのでこのトラックパッドの手前に手首を固定して指をスリスリしつつ、ちょっと移動距離が長い時にはさっさと素早く指を往復させるようにしてマウスカーソルを任意の場所まで動かします。一方トラックボールマウスもマウスの手前に手首を固定して親指をグリグリしつつも、ちょっと移動距離が長くなってきた時にはさっさと何度かに分けて指でボールを弾くようにしてマウスカーソルを任意の場所まで動かすわけです。なんだか似てる気がしますよね。さてここからは今この動画を見ている皆さんも一緒に想像してみていただきたいんですが、これから外出先でノート PC を使うという場面、まあ何かしらの作業でもネットサーフィンでもいいんですけど、基本的に外でノート PC をちょっとだけ使用したい時には PC 備え付けのトラックパッドを使ったりしますよね。まあわざわざマウスを家から持ってくるのもめんどくさいし、なんだったらカバンから取り出すのもめんどくさかったのかもしれない。そんな時トラックパッドだとなんか操作しづらいなという感覚になることはないですか？マウスカーソルを思ったところに持っていくのに何回も指を動かさなきゃいけないし、トラックパッドは狭いし、マウスがあれば一発でカーソルを合わせられるのにな。やっぱりマウス出そっかな。次からはちゃんとマウス持ってこようかな。
みたいなことを思ったことないですか？僕は結構あるんですよ。なので、ノート PC を外出先で使用する際にも必ずマウスを持ち運ぶようにしているんですが、これこそが僕の言うダイナミックな操作ができないというお話なんです。つまり、通常のマウスであれば、ちょっと大きく振るだけで画面上の距離が少し離れていたとしても、ワンストローク、要するに一振りでカーソルを合わせたいところへ持っていくことができるのに、トラックパッドでは指が認識する範囲がこの四角の中だけと限られている分、長い距離を移動させるためには何回かに分けてシュッシュッシュと指を動かさなければならない。もっとわかりやすく言うのなら、トラックパッドでは操作をする際の爽快感というのがどうしても足りないんです。そしてこれと同じ現象がトラックボールマウスでも発生してしまうのです。トラックボールマウスを操作する際には当然親指などをボールに当てたままゴリゴリと動かすことになるわけなんですが、当然ワンストロークでボールを動かせる範囲というのは限られています。ではこの限られたワンストロークの範囲内で PC 上を縦横無尽に駆け巡ることができるのかというと、答えはノー。マウスカーソルを端から端まで移動させるには 2,3 回くらいボールを動かしては指を離して再度ボールに指を添えてまたボールを動かすという動作を行う必要があります。つまり一度の動作でピタッとカーソルを合わせるというダイナミックな操作ができないのです。特に僕の場合 PC を使うのは主に動画編集の時になっています。僕が動画を作る際にはほぼ動画編集ソフトとエクスプローラーを同時に開いている状態になっていて、エクスプローラーから使用した映像を編集ソフト側にドラッグ&ドロップしては映像をカット。そうしたらまたエクスプローラー側にカーソルを持っていてドラッグしたまま編集ソフト側にドロップというように結構長距離の移動というのを何度も繰り返すような感じになっています。そんな場面が多い中でトラックボールマウスを使用してしまうと、シャッシャッシャッと左に動かしてまたシャッシャッシャッと右に持っていくという感じになってしまい、どうしても作業のスムーズさというのが足りないんですよね。一方で本体を振り回すタイプのマウスであれば、少し離れている距離であったとしても一発でピタッとカーソルを合わせてスッとワンストロークで素材を動画編集ソフトまでドラッグすることができるので、操作をしている時の心地よさというのが段違いです。じゃあトラックボールの感度を上げればいいのではと思った皆さん、鋭いですね。確かにトラックボールマウスは基本的に専用のソフトウェア等を使用することによってボールの感度を上げたり下げたりすることができます。しかしながらトラックボールマウスの場合、感度を少し上げただけでも細かい操作の安定性が大きく損なわれます。例えば通常の本体を振り回すタイプのマウスの場合、確かに感度を上げた分だけ細かい操作は難しくなりますが、それでもできないわけではないんです。なぜならこういったマウスの場合、裏面にはマウスとデスクの接地面が比較的広めに用意されている上に、マウスパッドやデスクとの摩擦力も相まって細かく小さくマウスを動かすということがかなり行いやすいからです。しかしながらトラックボールマウスの場合、マウスからボールを取り外してみたらわかりますが、こちらの M575S に関しては3つの小さな出っ張りでボールを支えているような構造になっており、ものすごく滑りがいいです。ただその代わりに指先で小さくボールを動かしたい時にはかなりブレてしまいます。しかも我々は生き物であるがゆえ仕方のないことではありますが、やはり指先に意識を集中させたりするとどうしても指がプルプルしてしまいます。結果としてトラックボールの感度を高めに設定してしまうと、細かい操作が絶望的に難しくなってしまうのです。ある意味繊細な操作とダイナミックな操作のどちらを切り捨てるのかという選択を我々ユーザーに迫ってくるマウスというような感じがしました。結果としてやはり本体を振り回すタイプのマウスの方が自分の思い通りに操ることができる快適さというのがあったので、まだトラックボールマウスに全てを捧げることはできないなぁと思ってしまいましたね。というわけで今回は僕がトラックボールマウスを実際に2ヶ月くらい使用してみて感じたトラックボールマウスを使用することのメリット、デメリットについてお話ししてまいりました。僕の環境ではメインで使用するアイテムとはなり得ませんでしたが、マウス本体を動かす必要がないというものすごく大きな強みがあることは間違いありませんので、今後も引き続き絵を描くときなんかにはがっつり使用していきたいと思います。この動画が良かったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも旧 Twitter、X などもやっておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。